こんにちは、雨女のメイです。あいにくのお天気ですね。今回はこの道路の先を作っていきます。道路の先はどうやって風景を作るのか気になる方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。今は見えていませんが、この先断崖絶壁となっております。危ないですね。この道路の先に今回は街並みを作っていきます。オランジ島もここを作るとあと 3,4 回の動画で終了ですね。島の北側までバシッと作っていきます。僕のプライベートビーチまで走ります。本日怪しい船が止まっていて治安が悪いですね。そんな船を横目に2段目を作っていきます。縦が5マス、横が多分25マスぐらい。最初は18マスを目安に作っていますが、後で増やしたんですよね。単純に計算ミスをしています。この2段目にオランジェ島の余り住民宅を3軒建てるので大きめに。一つの住宅街につき横幅が4マス必要なので 4×3 で12マス。さらに住宅同士は1マス開ける強制があるので12プラス3で15マス。そしてさらに中世の街並みを住宅の前に2つずつ置くので、だけど住宅部分と重なる部分あるしって混乱し始めて、なぜか18マスに。絶対足りないのにどうしたと編集しながら自分の頭を疑っています。わからなかったらとりあえず作る。当たって砕けろ精神です。横一列にバーンと出来上がりました。2段目から飾り付けていきます。飾り付ける前に何でもかんでもマイデザイン。後で片付けながら敷くのが面倒なので先にやります。今までで一番複雑な街づくりなので、いろいろと手探り状態で作っています。住宅を中世の街並みで隠すので置いていきます。ハリボテ建築ですね。カラフルにしたいので色を分けていきます。中世の街並みに合わせた住宅を設置していきます。色は同じではありませんが近いので OK です。フランソワちゃんの引っ越しの日は快晴でした。行き場がなくてさまよっていますね。続きを作っていきます。同じ色で住宅を挟んでその隣は別の色を。そしてまた住宅の設置。ロボに黄色のイメージは全く持ってありませんが、住宅の外観は都合により黄色です。本人の性格や外見からこんな外観に住んでいるとは思えませんね。天気が珍しくいいのでこのままできる限り全ての作業を行っていきます。横に7マス追加ということで横幅は25マスですね。オランジェ島はすでに梅雨入りしているのでだいたい雨なんですよね。だから本当に珍しいお天気です。撮影のために晴れの日を選んでいますが、最近はだいたい曇りだったので諦めていたので嬉しいです。現実だとかなりの雨女なので晴れには特別な思いがありますね。家具の画材付けのためにマイデザインを敷いていきます。家を挟むように同じ黄色の中世の街並みを、お隣さんはまた違う色にします。住宅が来る予定なので2マス開けて赤レンガの中世の街並みを、その隣はまた違う色を置きます。色の順番にもこだわりがあって隣同士の色の相性がいいものにしています。ドアの部分になるところを3マス開けながら敷いていきます。お借りしているマイデザインの詳細は概要欄をご覧ください。3マス部分には階段のマイデザインをつけ、ドアへ向かう足がかりにします。出られなくて困っていますね。苔の生えた汚いタイルを敷いていきます。新作のタイルですが汚いので公開予定は今のところありません。こんな感じで敷けましたので次は1段目を飾り付けていきます。上の中世の街並みの色と合わせて西部の街並みを置いていきます。階段のところはシンプルなパネルを、ドアとツタのマイデザインリメイクしたものを。ツタのマイデザインは現在調整中です。カラフルでもまとまりやすくするためには隣同士で補色、反対色、同系色にするといいのですが、専門的な話になりすぎるので気になる方は色相関で調べてください。
大まかにできたので細かい飾り付けをしていきます。この住宅モデルはデンマークのコペンハーゲンにあるニューハウンです。カラフルな街並みが可愛くていつか行ってみたいですね。気軽に行けないので Google ストリートビューで練り歩きます。それぞれの家がお店になっていて、フランソワちゃん家がカフェ、ロボのお家がお酒をたしなむバー。これは住民の性格を考慮しています。誰も座れない椅子を置いて一応メニュー表、クリップボードを使っています。お店の入り口は華やかに、バーっぽくないなぁと後で思いました。赤いレンガのところはメープルちゃんのお家が建つ予定です。メープルちゃん家はパン屋さんです。デンマークといえばデニッシュらしいのでメープルちゃんにぴったりですね。防犯のために入り口は塞ぎます。観光客が多いところは何かと不安ですからね。防犯意識高めのメープルちゃんです。家具を置き終わりましたが、まだ住民が引っ越してきていないので歯抜け状態ですね。ニューハウンは街に水路があるので水路を作っていきます。もっと段差の目立つものをマイデザインで新しく描こうと思いましたが描けませんでしたね。海を分断する道路と奥の町までつなげていきます。道はまっすぐつなげずに右から迂回するようにつなげます。ここの壁は手前の駄菓子屋からは見えない位置になっています。結局この横幅は最終的に5マス広げたので合計で30マスになりました。住民がすぐ降りられるように階段を設置します。横30マスなのでかなり横幅広めですね。最初に18マスで足りると思っていた私の見通しの甘さにびっくりしますね。水路を広げていきます。なんなら昔作った海につなげて大航海時代に突入します。崖と海ができたので崖を道路にしていきます。ここの道路は派手派手にはせず、ただ通り過ぎる円形を楽しむだけの道路にしていきます。なのであんまり道幅は大きくしないようにします。大きな車道から狭き道へ、しかも U ターンも禁止されているので一度踏み入ったら最後、生身で高速道路を走り抜ける自転車またはバイクが正解ですね。変える要素のあるところはシンプルにして作業中の負担を減らします。落ちないように白いコンクリートに柵を立てていきます。柵が前面だと不便なので途中で一部だけ開けておきます。今更不便だと気づきました。大まかにできたので道路と海の飾り付けをしていきます。倉庫にあった適当な車を置いていきます。柵の代わりにフェンスを置いて柵のマンネリを防ぎます。同じ家具ばかりだと飽きるんですよね。と言いつつ同じものも置いていきます。色違いなのでセーフですね。水の部分に水紋や葉っぱ、波のきらめきなどをつけていきます。この時のコツは何も考えず手が動くままにつけることですね。みんな大好きなデコイちゃんを置いていきます。特にメイさんからの熱い思いがすごいことになっています。ヨットは足が見えると打足になるので柵で隠せるくらいの位置に調整していきます。崖から3マスくらいの位置ですね。ついに鼻毛になっている部分を見ていきます。雨だったので録画を飛ばしてメープルちゃん家もついでに引っ越しさせました。中世の街並みが前に出過ぎなので調整していきます。マイデザインを敷きつつ中世の街並みの位置を調整していきます。先ほどまでは崖のギリギリ部分に設置していましたが、次は住宅にくっつけるように置いていきます。住宅と住宅の間の部分には何も入れません。こだわる方は横長の展示ケースがおすすめです。見えない部分はこだわらない派なので私は開けません。さあこれで完成かと思いきや、斜めにすると見えるこの部分、コンクリートで固めていきます。シンプルなパネルを置いていきます。いつもと同じようにライトグレーの枠にデフォルトのリメイクにあるコンクリートを使っています。歩くと壁が固まる、そんなイメージで置いていきます。見えるところだけを隠す精神で生きています。最後に階段部分を調整していきます。半マスだけ崖肌が見えているのでこれをシンプルなパネルで隠していきます。西部の街並みを戻して島とネリコの代わりに植物のパーテーションを置いてマスの調整、街灯も移動させたらよかったですね。ということで端まで全てできたので完成です。水路のあるカラフルな街はいかがだったでしょうか。住民たちの通路狭すぎないと思った方はぜひいいねボタン、チャンネル登録、メンバー登録がまだの方はお願いいたします。SNS もやっていますのでお気軽にフォローしてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。
feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine.